GR10 の話をします。ここでしか聞けない話を皆さんにしますのでお楽しみください。改めましてこんにちは。ワークライブへようこそ。株式会社ワークの田中です。私、大阪営業所で営業をしておりまして、なかなかホイールに関する知識がまだまだ乏しいので、この動画を通して皆さんと一緒に知識を共有してトップセールスの道を歩めたらと思っています。なぜ今回こういうふうにワークがこういうライブ配信をすることになったかを、当社のボスから話していきます。お願いします。皆様こんにちは。株式会社ワークの田中です。今ボスと言いましたけど、ボスレイディ田中ですのでどうぞよろしくお願いします。さて、まず最初に新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。またこのような局面においても国民の健康と安全を守るために懸命に努力していただいている医療関連の従事者の皆様、また地方自治体や公共団体の皆様にこの場を借りて感謝と敬意を表したいと思います。ありがとうございます。さあ、地球上では国境の隔たりなく未曾有のコロナウイルスの人間との戦いが始まっています。しかし私たち人間は必ず勝ちます。止まない雨はありませんし、明けない夜はありません。みんなでしっかり乗り越えたいと思います。さて、その中ワークが今できることはと考えました。感染しないさせない活動でしばしの間我々は皆様にお会いすることが残念ながらできません。私たちのミッションはワークはホイールを通じて車をかっこよく素敵におしゃれをする、その提案をすることなんです。ならば皆様のこのステイホームの時間を少し頂戴してウイルスが収束した時に今まで通り自由と幸せを感じながらどのように愛車を彩るのか、ワクワクドキドキしながら想像していただけることをお届けできたらどうだろうかと考えました。このような、配信をすること自体が実は不謹慎になるんじゃないのかという不安もよぎりましたけれど、このライブを通じて今の皆様の不安の連続の中に少しでもつかの間かもしれませんが、その楽しさを、お届けできるんではないかと思い、それが許される間はできることをするモットーでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ここでは最新の情報や普段あまりお話しできないことも含めまして、裏話も含めて発信してまいりたいと思います。まだまだ配信に関しては不慣れで、ちゃんとこの今お話しした趣旨通りにきちんとお届けするのかどうかっていうことに関しては不安ではあります。しかしどんどん改善を重ねてまいりたいと思いますので、どうぞ皆様お手柔らかにご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。では田中さん、早速本編をよろしくお願いいたします。今日は何から？今回ライブ配信するにあたって、まず、今日はワークエモーション GR10 の特集と、雑誌の紹介、あと、Q&A ですね。で Q&A に関しては、Facebook で今中継されている Facebook のコメント欄にも今バンバン書いちゃってください。最後のコーナーで、よりすぐりますけども、時間が許す限り、回答させていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、GR10 の特集に行きましょう。まずね、このホームページからです。トップのホイール名から検索、ワークエモーションを押していただきまして GR10、 これかっこいいっすね。アステリズムレッド、エナジーライムグリーン、これ新色っすもんね。このホーネットイエローも新色ですからね。皆さん知ってました？この価格やサイズスペックはこちらというところをクリックしていただくとカタログになるんですよね。これが、ワークがお店さんに配布しているカタログのスペック表となるので、これを見ていただいて、ホイール検討される際には見ていただくとすごく便利かなと思います。ではここで
ワークエモーション GR10 の開発担当の和田君に来てもらいましょう。お願いします。はい、ではメンバー交代します。どうも皆さん、はじめまして。開発の和田と申します。今日は一日お願いします。お願いします。まず、はい、皆さん聞きたがってるのは、はい、このワークエモーション GR10 のデザインコンセプト。あまり僕らも、普段営業でありながらデザインのコンセプトの話って、なかなかちょっと分かっていないとできないので、この機に皆さんにちょっとデザインのコンセプトを話してほしいなと。そうですね。ワークエモーションっていうのは、スポーツホイールの位置づけになります。そうですね。はい。で、ご存知の方もおられると思うんですけど、ワークはですね、スーパー GT という、他のレースカテゴリーもあるんですけど、そのスーパー GT にホイールを供給しています。で、そのホイールを供給して、鍛えられた状況の中で得た、技術であったり、そういうのを落とし込んでいってるブランドでもあるんですよ。ああ、なるほどね。スポーツシーンの。そうです。で、今回、GR10 なんです。そういうもうふんだんにそのレースシーンのもう培ったものをフィードバックさせて出来上がったのがこの GR10 です。さすがっすね。すごいっすね。そのなんかスーパー GT で使ってたホイールとかって今日って持ってこられてます？それがね、持ってきてるんですよ。さすがさすが。ちょっと JC ホイール取って。よいしょ。はいマン。JC です。ですね。いや履いてたとこじゃないから。今つけて。違う。下でジャッキアップしながら。違う。これなんですけど、スーパー GT でゲイナーというチームがあるんですけど、そちらの方にこちらですね。実際装着してたホイールになるんですけど、要はこれを元に出来上がったのが GR10 なんです。同じ10本スコープですね。そうリムも光ってて、スーパー GT でリム光っててあんまないんですよね。ちょっと今は仕様変更しちゃって変わってるんですけど、車も変わっちゃってるんで、でそういうところで培ったこう技術だったりをふんだんにフィードバックしていってるんで、例えば何かというと、GR10 はちょっとリムカットしてたりする、もうそういうオーソドックスなベースの部分はもう引き継いでます。でレース用っていうのは走行した後すぐこう拭いたりするんですよね。もうブレーキの出すすごいんで、ギャーンってもうね、ブレーキをやっぱり一コーナーでかなり踏みますしね。すんごい暑い中もメカニックさん拭いたり、であとはこう変えますよね。ピットタイヤ交換機能ですからね。そういう時にメカニックさんが持ちやすい距離っていうのもこう考慮してる。で結果こう応力分散っていう、応力分散って何ですか？もういろいろこう負荷がかかるわけですよ。車体と地面をつないでるのが唯一タイヤとホイールなんです。そうですね。でそのホイールにこう負荷がかかるんですけど、どんな負荷がかかるか、コーナーリングでホイールをこうたわんだり、そうですね。要はここがこううねっていう、そういう負荷がかかってるんです。常に走行してると、だそういうところを例えばこういうところの R を大きくして、 R って何ですか？ここのねスポークとこの外周のこのリムの部分が唯一つながってるのがここなんですよね。ここですもんね。ひっついてるのは。でこうねじれとかある。走ってる時に。ねじれる時にここがしっかりしてくれないと、ここにクラックとか入っちゃう。クラックって何ですか？クラックってこうちょっとピピピってこうひび割れ。なるほど。やっぱホイールなんで、言ってもこうね金属の一部であったりするんで、そうですね。割れちゃうとダメなんですね。そういうところの強度っていうのはもうレースシーンからもう大いに持ってきてるところなんで、それはもうそういう技術もまるまる
GR10 に入ってるってことですか？もちろん。マジっすか？もちろんです。素晴らしい、すごい方ですね。もちろんです。いやこれはすごい。かつ、はい、ですね、このつながりを考慮してこう、はい、吹きやすいっていうのもありますし、はい、でそのね暗く入りにくいようにこう、はい、強度を持たせる、はい、ですけど重たいとダメなんですよ、ホイールっていうのは、そうですね。だからできるだけ軽くしたい、はい、でスーパー GT のホイールっていうのは最低重量が決まってるんです、ホイールの。そうなんですか？そうなんです。はいはい。それをギリギリまで持っていった上で光合成っていうのを求めないといけないので、高い合成ってことですね。そうです、かなりこう技術的に難しいところではあるんですけど、はい、そういうところも全部 GR10 にフィードバックしたと、はい、ありがとうございます。デザインコンセプトはそうなんですけども、僕ちょっとあんまりね、はい、ちょっとあんまりこう理解をしていない部分が、はい、まあちょっとお恥ずかしながらたくさんありまして、はい、この GR10 に限らずエモーションシリーズでこういうミドルテーパー、はい、ディープテーパー、はい、ウルトラディープテーパーってあるじゃないですか。ありますね。僕書いてますけど正直全部見た目一緒でしょ。いや違う困る。一緒でしょ。ちゃいます。いや僕もほんまお客さんに、全部一緒って言う。あかんそれはあかん。そんなにちゃいます？違いますよ。マジっすか？違います。ちょっとジェシーちょっとホール取って。これ？それ両方。よいしょ。ジェシーです。はい。とあれだ。いい人がいいんだ。ああそうですね。はい。皆さん見えてますかね？見えてます？角度。ここのこのセンターに向かって落ち込むこの角度が違うんですよ。よく言われたらそうですね。もう全然違いますね。全然違います。これは何かそういう、もちろんデザインもあるんですけど、なんか意図的なのってあるんですか？そうですね。いろいろとこうサイズがあると思うんですけど、例えば 8.5J であったり、7.5J であったりとか、はい、その J 数によって装着を想定している車っていうのはやっぱ変わってきますので、はいはい、でそういった車を全て集めてきて、全て逃がした状態でブレーキをってことですか？そうです。はいはいはい。で設計をするので、はい、ただやっぱりそのレース進化のフィードバックっていうのが大事なので、はい、無駄なことはしたくない、はい、できるだけこう攻めて、はい、そしたらそういうブレーキのデータって、ワークはもしかして全部持ってるんですか？いやそれねよく持ってるんすよ。さすが。いや僕もあざと大きいキャリパーとか言われたらもう基本全部断ってたんですいやデータあるんすね。ざっくりですね。全部じゃないです。いやそれやったらもう和田君からさっき僕に言わんと僕も分からへんしびっくりですけどね。なるほどね、はい、全部じゃないんですけどね、皆さんこれ分かりました？この形状が違うっていうのって分かります？この落とし込みのね、ジェシー OK 分かる？OK。あとちょっとジェシーごめん、ちょっとこれあと僕カタログでちょっと分かりにくいところがありまして、はい、この、サイズスペックのところの、はい、このインセットの横に、はい、仮にインセットが45だと横にこの F28 とか、はい、H36 って H 書いてるじゃないですか、はい、これって何ですか？今これちょっと今更ですけど今これちょっとついてないんですけど、はいはい、オプションでセンターキャップっていうのがあるんですよね。はいはいはい。でその F と H のまず違いっていうのが、はい、フラットタイプっていうのと、はい、ハイタイプっていう2種類のキャップ、はい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 、知ってます。用意してます。知ってます。はい、ありがとうございます。はい、なぜ2種類あるか、はい、
どうしても車体側の、はい、ハブっていうんですけど、それが高い車があるんです。ハブが高い、はい、ほうでそういった車にはいつけれるように、はい、ここにハイタイプのキャップが用意されてる。で普通のハブの低い車はフラットタイプで装着していただけるっていう。嘘でしょ。バリエーション2個。僕知らんかったそれ何でもフラットできると思った。いやびっくり。見た目だけのものやと思った。びっくり。違うんですか。違う。あ、そういう意味があるんですね。かつ、はい、カラーバリエーションキャップ。そうですね、4色ですもんね。そうなんです。もう選びたい方がすごいっすね。はい、で、今回このワークエモーション GR10 から、はい、スポーツデカールが付属されると聞いたんですけども、はい、これには何かこだわりってあるんですか。ありますよ。GR10 買っていただくと、はい、赤色のステッカーが標準で、はい、1本につき1枚ついていきます。買った方ご存知ですよね。はい、でスポークに貼るステッカーと、はい、あとはワークエモーションって書いてあるのと、はい、でワークっていうのと、はい、あとは GR10 っていうロゴで、スポークに貼っていただくのはもうスポークに貼っていただいたらいいんですけど、他のステッカーはもう好きなところに貼っていただいていいっていうのと、今回新たな試みで5色展開しました。他にこの青、グリーン、はいはい、オレンジ、パープルと。そうです。好きなとこ貼っていいんですか。もう好きなとこ貼ってもらっていいです。スマホにも。全然。いいんですか。全然いい。もうダメだと思いました。いける。はい。もうホイールじゃないとダメです。いける。いけるんです。いけるっす。はい。なので、ホイールのカラーもいろいろ選べます。はい。センターキャップも選べます。はい。ステッカーも選べます。もういろいろもう自分仕様が出来上がっていくわけです。いや、これ今皆さんこれホームページ横っちょにね出てると思うんですけど、このエモーションシリーズのこのカラーほんま多彩ですよね。多彩です。かつ今回 GR10 からこのツヤありのこういうブロンズ系、はい、チタンダイヤリップカットとかこういうツヤありのブラック系が増えたのって多分すごいユーザーさん喜んでると思うんですよ。今までCR 極みにしても D9R にしても、はい、T7R にしても、はい、どっちかというとツヤがないブロンズ系がね、アシドチタンっていうのが多かったんですけども、これってなんか理由があっての、もしくは、そういう意見が多かったっていうのを取り入れたんですか。いや、もうそういうことです。そういうことです。どこでお客さんの意見聞いたんですか。それでもそのイベントとかに行っていろいろとこうマジっすかやってますんで、今度からイベントで和田君に会えばガンガンもうこのホイール作れホイール作れっていうのはもう命令してもらってもいいんでガンガン言っちゃってください。聞くと思うんでお待ちしてます。お願いします。ではね、最後にせっかくなんでちょっとなんかこのホイールもうこの GR10 に限らず裏話的な、もしくはうんちくトリビア的なのをちょっとせっかくなんで見てる画面の向こうにいらっしゃるお客さんに、難しいな。なんだろう。うんちく。もう明日から使える。いやもうこれ終わってから使えるような。逆に何か知らんすか。何も知らん。何も知らん。何も知らん。そんなこと。いやもうせっかく GR10 の特集なんで、はい、ちょっと GR10 に今回ですね GR10 ここのセンターの落とし込みえぐってるんです。ほんまや。これ皆さんちょっとねカメラで分かりにくいかもしれないですけど、ここねえぐってるんで、ちょっとえぐってる。そうこれなぜかというと、これ GR10 ワークエモーションシリーズ、最軽量です。いやもういいっすね。ほんま全サイズ最軽量に仕上げましたね。さすがです。いやこれがね正直ね一番、ユーザーさん的には待ってたと思います。ありがとうございます。これは一番待ってたと思います。ただ、はい、軽ければいいってわけじゃないので、それなりにやっぱり合成っていうのは落とさずに、はい、シリーズ最軽量を目指して出来上がったものがこの GR10。すごいな、はい、
もうめちゃくちゃいいホイールですよね。いやめちゃくちゃいいホイールですね。まあ僕も営業で普段回らせてもらってて、はい、問い合わせも多いし実際売れてるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。では、まあ、今エモーションの特集してるんで、今皆さんエモーション、キャンペーンやってるのご存知ですかね。ちょっとこう隣に出てくると思うんですけど、今月までなんですよ。まあちょっと今なかなかね買いに行くのも難しいかもしれないですけども、エモーションをね、検討されてるお客さんは、まあ、この機会にぜひご購入ください。よろしくお願いします。では雑誌紹介いきましょう。まだ書いたらあかんよ。まだ追ってよ。まだ追って。まだ最近どう？雑誌って読んでる？いやめちゃめちゃ読みますね。読む？やっぱこう市場調査っていうのがなるほどね。やっぱりねこうまあ今すごいこう世の中がデジタル化になってきて、はい、まあ SNS とかこれだけ普及しててもこういう雑誌の良さっていうのはやっぱり消えてないと思うんですよ。そうですね。ねえ皆さんこれワゴニスト5月号読みました？これね87ページにシュバート SG1 特集してるんですよ。おーいいですね。これは和田君は開発に携わった？これはまた別のデザイナーが。そうなんですか、はい、これでも僕めっちゃ好きなんですよ。このなんていうんですか昔のシュバート復活みたいなブラックポリッシュ復活って感じで、そうですね。いいですよねこれ、はい、ねでも広告も入ってるんで皆さん見ててください。うわかっこいいね。こう雑誌もいいですよね。なんかこうオートメッセの特集とかこういうねアウトドアの特集とかあって、いいですね。これを目標にして、車を作られるショップさんもありますし、まあ今見ているユーザーさんも掲載してもらうのに、そうこういうのも取り上げてくれるんで、皆さんこれからも雑誌は読んでいきましょう。で、最初に言わせてもらった Q&A。いきますか。一人半袖おかしくないとか来てないですか？来てるね。田中さんちょっと汗かいてませんかって。見えんのかな？見えてんの？見えてるね。和田さんは結婚してますかみたいな。してます。そうね。なんかでも T5R2P について詳しく教えていただきたいです。ぜひ。いいっすね。ぜひやりたいですね。テーパーの話ありがたい。いいっすね。GR10 買ったよ。履く車ないけどなんで買うたんや。なんで買うたんや。逆にすごいですね。でも気持ちわかるわ。自分車作れないですね。いいね。泣くだけしかない。泣くだけ。JC ちょいちょい出てくる JC 乱用って書かれるんです。いや。シンガポールから購入しよう。国境を越えた。マジっすか。ありがとうございます。ちゃんとねそのためのハイタイプがあるんかって。やっぱりここでやっぱり僕みたいに知らん人もいっぱいおってた。嬉しいですね。白のキャップ欲しいです。作ってください。白。この僕もかぶってるこのニューエラの、こういうこの黒であったりっていうのはこれワークの中で開発担当は和田なんですよ。ありがとうございます。だからさっきもイベント会場で和田に会えば、こういう風な作ってほしいってありましたけど、こんなデザインのニューエラキャップ作ってほしいっていうのも言ってください。ぜひぜひ。多分それは期待に応えれないと思います。ホイールの方が答えれると思います。あとはステッカーいっぱい入ってて全部貼るのかと思ってました。そうです。iPhone に貼ってくれても OK です。もう今和田君の許可得たんで。もう全然好きな動画に貼っていただいて。ツヤリ黒人気ですね。ありがたいですね。キャンディーインペリアルゴールドってどんな色ですか？キャンディーインペリアルゴールド、そうですね、下地にメタリックのシルバーを拭いて、でトップにゴールドクリア塗ってる。皆さん見えます？見えてます？どうですか？これワーク2ピースとかでも IPG っていう、インペリアルゴールドですね。でそれをワンピースでもっていうのでできたのがこれです
ね。あ、そうなんですか。はい、あ、もうそれももう取り入れちゃったってことですかね。入れちゃいました。すごい。次の質問いっていいですか。どうぞどうぞ。SG13 台つけて大阪乙女セ出しましたって。いや、どういうシステム？SG13 台つけて。すごいっすね。あ、白の帽子の白のキャップって意味じゃなかったですよ。白のセンターキャップって意味でしょ。白のセンターキャップって意味でしょ。いや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 。恥ずかしい。それは何も知らんね。やば。白のセンターキャップはどうですか。そうですね。そんななんか話とかってあります？ね、実は試作はしたことあるんですけど、白が透けちゃって。ああ、なるほどね。そうなんですよね。ちょっと検討していきます。エモーションシリーズのブライトメタルコートの復活を望みます。ああ、よく聞くんですよ。極みでね。あれかっこよかったですよね。でもよかったですか。またちょっとやりたいです。機会あれば、はい、言ってください。ありがとうございます。偉いさんに。開発のボスに。はい。はい。まあ開発のボスでもね、いずれゲストで登場してもらうと思うんで、もうその時は今以上に質問を受け付けようと思ってるんで、そうですね。お願いします。お願いします。で、来週どうしよう。何します？来週。俺今回だけでしょ。いや、来週も来週も。あ、俺来週も。もう来週も。あ、そうですか。準レギュラー。準レギュラー。引き続きお願いします。来週。はい。来週何したい？来週何でした？来週はまあ今ワークエモーションブランドの話も少しさせてもらったので、ワークエモーションの、今の1ピース、2ピース、3ピース構造の、話をさせてもらおうかなと思います。まあこの辺りはもう構造とか、まあ、歴史も踏まえて、話しようと思ってるんでよろしくお願いします。お願いします。あと、まあ、今こうやって質問受け付けたんですけども、まあ、今からこれも毎週このライブ配信はこの同じ時間に、何も事情がなければ続けていこうと思っているので、次のライブ配信までは1週間空きますんで、まあ、各 SNS で、質問受け付けます。で、まあ、Facebook、Instagram、YouTube でももう Twitter でも質問をバンバン入れちゃってください。まあ、抜粋して、読んでいこうと思ってますので、よろしくお願いします。たまにボケとか入れてきてくれる。対応できます。何でも何でも家庭の話以外だったら全部何でもする。皆さん言いましたよ。お任せください。では今日も一日ありがとうございました。また来週。お疲れ様でした。飯飯。